謎が謎を呼ぶナルト世界。中でも、オロチマルが発動しようとした江戸転生をサルトビヒルゼンが止めたシーンは S ランククラスの謎だ。あの頃のオロチマルのまがまがしい強キャラ感は、すっごく怖かった思い出があるわ。今回は我々この葉考察班による、3代目の謎行動についての考察報告を聞いていただこう。まずは、オロチマルによるこの葉崩しについて、解説しようと思う。そもそもこの葉崩しって何だったかしら？この葉の里と3代目ホカゲサルトビヒルゼンに恨みを持っていたオロチマルが、里を抜けた後この葉の里を襲撃した事件だ。それを止めるべく立ちふさがった3代目ホカゲとの戦闘で、オロチマルは作中で初めて江戸転生の術を発動するんだ。江戸転生って、死んだ人間を蘇らせる忍術よね。それだけでも、オロチマルがただものじゃないってわかるわ。江戸転生は2代目ホカゲ千手扉間が考案した忍術で、死者をこの世に蘇らせ、術者の手駒として戦わせる禁術だ。オロチマルが江戸転生を発動すると、足元から棺桶のような形状の箱が1つ、2つとせり出していく。この棺桶で、3代目じいちゃんの手裏剣影分身を防いだのは、高度な術の応酬って感じがしてかっこいいわ。だな。その後、3つ目の棺桶が出かかると、3代目は3人目は何としてもとつぶやき、組み合わせた両手でぐっと力を込めた。すると、3つ目の棺桶は地中に戻っていったんだ。3代目ってすごいのね。でもどうやって3人目の江戸転生を止められたのかしら。それこそが今回の問題なんだぜ。というのも、この3代目の振る舞いには、読者からそうツッコミが入ったんだ。なんで？かっこいいシーンじゃない。確かにかっこいい。だが、この3人目の江戸転生、3代目が何もしなくても発動しなかったのではと考えられているんだ。そんなわけないじゃない。あれは3代目の、ダークマター的な術が炸裂したのよきっと。ダクトンの術よ。そんな術、ないんだぜ。3代目の行動が無駄だったのではと言われるのには、ちゃんと理由があるんだ。どういう理由なの？江戸転生という術は、死者を蘇らせる術だが、1つ目と2つ目の棺桶からは、それぞれ初代2代目ホカゲが登場した。では3人目は誰が蘇るはずだったと思う？初代2代目ときたなら、3代目のじいちゃんは生きてるから、次の4代目かしら？その通り、4代目はナルトにキュービを封印する際に死んでおり、オロチマルが蘇らせようとしたのは4代目ホカゲである、波風湊と考えるのが自然だ。しかし、これはよく考えるとおかしいんだ。それのどこがおかしいの？初代2代目の2人でも手に余るのに、4代目ホカゲまで出てきたら、いくら3代目のダクトンでも太刀打ちできないわ。ダクトンから離れるんだぜ。おかしいのはそこじゃない。実は4代目ホカゲの魂は、浄土、つまり天国にないから、江戸転生でも呼び出せないはずなんだ。つまり、どういうことだってばよ。いいか？江戸転生は、浄土から死者の魂を呼び出して、土の人形に吹き込み、生前と同じような能力と意志を持つ手駒を作る術だ。しかし、4代目ホカゲの魂は浄土にはないんだ。まさか、地獄に行っちゃったの？もちろん、地獄にもない。というのも、キュービ封印のために使った式封神は、強力な封印の代償として、自分の魂を死神に食われてしまう。つまり4代目ホカゲの魂は死神の腹の中。だから、そもそも4代目ホカゲは江戸転生できないはずなんだぜ。じゃあ、江戸転生が発動しなくても当然じゃない。そうなんだ。問題のシーンは、いかにも3代目の力によって3人目の江戸転生が防がれているように見える。しかし、3代目の努力は何も意味がなかったというツッコミが殺到しているんだ。そっか。そもそも発動しない術なのに、3代目のじいちゃんが無駄に力を込めたせいでややこしくなってるのね。まあそうなる。これに対して読者からは、3代目を嘲笑する声や、作者の岸本正史氏、通称岸影様の設定のガバを指摘する声が上がったとか上がってないとか。確かに、ナルトの設定って結構矛盾も多くて、行き当たりばったり感があるって聞いたことあるわ。ああ。だが、10年以上もの連載を走り抜け、
世界的にファンを獲得する作品を生み出した、日本の宝騎士影様が、そんな甘い設定をするだろうか。いやそんなはずはないんだぜ。いきなりの反語ね。ということで、今回我々この葉考察班は、三代目火影のバッパ、実は意味がある行動だったという仮説を立て、それを実証すべく立ち上がった。今日ここで、再び三代目の謎行動に息吹を与えることとしようではないか。盛り上がってるところ悪いけど、これは明らかに矛盾してると思うわ。三代目のじいちゃんはただ祈ってたんじゃないのかしら？矛盾しているように見えるが、これはそもそも3人目の江戸天聖が4代目火影だという過程から出発している。だって、4代目火影が順番的に自然じゃない。ああ。だが実はな、そもそもオロチマルが4代目火影を江戸転生させようとしたこと自体がおかしいんだ。なんで？最強で超かっこいい港を召喚するのは当然じゃない？私だったらすぐに江戸転生して、あんなことや、こんなことを。最低なんだぜ。それはともかく、あの召喚されかかった3人目の江戸転生は、4代目火影ではありえないんだ。なんでよ？それがわかるのは、作中後半、兜が仮面の男飛びに江戸転生について解説する場面だ。団蔵の部下であるフーとトルネを使い、江戸転生の仕組みを飛びに説明したんだ。飛びはトルネの首をへし折って殺し、フーを生贄にしてトルネをこの場で蘇らせるよう兜に言うんだ。兜はトルネの血を取って江戸転生を発動すると、フーが瞬く間に塵に覆われて、トルネが蘇ったんだ。団蔵、下から読むと、うぞんだ。霊夢の集中力が切れかかっているから端的に言うぞ。ここで判明するのは、江戸転生の人形は前もって作っておく必要があるということだ。江戸転生を作っておいて、棺桶に入れるのね。そうだ。そしてその棺桶を好きな時に呼び出す。オロチマルもそうやって江戸転生を使ったはずだ。そしてこのことから、オロチマルが呼び出そうとした3人目の江戸転生は、4代目火影ではありえないことがわかる。そっか。あらかじめ江戸転生を作る時点で、港の人形は作れないってことね。その通りだ。港の江戸転生をそもそも作れていないから、3代目の前で江戸転生を発動すること自体がおかしいんだ。でも、兜が飛びに江戸転生の仕組みを話したとき、オロチマルは4代目を蘇らせようとしたけどダメだったみたいなこと言ってたと思うんだけど。ああ。だが、3代目との戦闘時に蘇らせようとして失敗したとは言っていないんだ。前もって転生させる時に失敗していたと考えれば、全く矛盾しない。ってことは、3人目の江戸転生は4代目じゃないってことね。そう。そして、無駄なように見えた3代目の動きも、本当に江戸転生を止めていた可能性が浮上するんだ。発動しかけた江戸転生を、本当に3代目のじいちゃんは止めた可能性があるのね。ロマンあるわ。でも、じゃあ誰を召喚しようとしたのかしら？本題からはそれるが、それについても触れておこうか。ただ、これから言う説は証拠がちゃんとあるわけじゃないから、推測でしかないけどな。それでもいいわ。だって4代目火影だとばっかり思ってたから、どういう人が候補になるか見当もつかないもの。まず、4代目以外で、3人目の江戸転生候補として真っ先に浮かぶのは、4代目風影だ。4代目風影って誰だっけ？サソリのお気に入り人形だったかしら？それは3代目だ。4代目風影は、ガーラの父なんだぜ。ああ、わかったわ。この白寿司が終わったタイミングで、死んでいるのが発見されたのよね。そうだ。第1部ではほとんど登場することがなかったが、第2部の第4次任海大戦では江戸転生されて、ガーラたち忍び連合軍に立ちふさがったんだ。4代目風影は、確かオロチマルに殺されちゃったのよね。だからこそ、オロチマルが江戸転生した可能性は高いわ。そうなんだ。ちょうど4代目を殺し、江戸転生していたとしてもおかしくない。死にたてほやほやだものね。言い方良くないぞ。じゃあ、3人目は4代目風影に決まりじゃない。いや、そうとも限らないんだ。むしろ考察班としてはその可能性は低いと考える。なんでよ？また矛盾があるのかしら？別に矛盾があるわけじゃない。むしろ状況証拠的には一番説得力がある。だけどな。
3人目の江戸天聖が4代目風影というのはちょっと違和感が残らないか。どういうことなの？もう、はっきり言いなさいよ。はっきり言うとだな。4代目風影は、格落ち感が半端ないんだ。そんなわけないじゃない。ちゃんと影の名を継ぐ忍びなのよ。立派で強い人に違いないわ。まあ、強い忍びには違いないだろう。だけどな。あの初代と2代目火影に続いて登場する割には、やはり見劣りしてしまうんだ。というのも、4代目風影は作中であまり強さを発揮していないんだぜ。言われてみると、あまり強いイメージないかも。というのも、4代目風影の戦闘シーンは、さっきも言った、第4次任海大戦の時だが、先代の雷影や土影、水影が猛威を振るうのに対し、4代目風影は派手な戦闘もなくいつの間にかガーラに敗北し、ぬるっと封印されてしまうんだ。なんか、砂金を出してた気がするわ。それは顔なしなんだぜ。まあ、顔なし並みの存在感のなさだがな。こう聞くと、確かに初代2代目火影に続いて登場するのは違う気がするわ。そもそも4代目風影はオロチマルに暗殺されたことがほのめかされている。これが真実だとして、オロチマルは自分より弱い忍びを召喚するとは考えにくいと思うんだ。そうね。でも、4代目風影以外で誰か可能性がある人はいるのかしら。江戸天聖候補の2人目としては、内葉まだらが挙げられるだろう。まだらがいたわね。彼なら、初代2代目に続いて登場しても違和感ないわ。でも、オロチマルは死体をどこで手に入れたのかしら。オロチマルは、一時的にではあるが暁に所属していた。まだらの死体に一番近いはずの飛び内葉帯とは暁の裏のリーダーだから、二人は一応接点があったことになる。その過程でオロチマルがうまくまだらの死体を見つけたとしても不思議ではないんだぜ。そっか、なら、もう3人目はまだらで決まりね。考察班もそう結論付けようとしたんだが、実はこの説は覆されてしまうんだ。どういうことよ？作中最終盤、大筒木かぐやの復活に喜ぶ黒絶が語ったところによると、カブトがまだらを江戸転生できたのは、カブトがまだらの死体を見つけるよう黒絶が仕込んだからということらしい。つまり、それ以前の段階で、オロチマルがまだらを江戸転生するのは不可能なんだ。もう、黒絶ったら余計なことを。全くだ。じゃあもう候補はいないんじゃない？それが、一人だけいるんだ。そもそもオロチマルはなぜ3代目に対し江戸転生を使ったと思う？なぜって、やっぱり一人だと3代目にかなわないと思ったんじゃない？だから助っ人が欲しかったのよきっと。それもあったかもな。だけど、オロチマルにとって江戸転生を使ったのは、それ以上の理由があるんだ。それは、かつての弟子である自分が、師であった3代目火影ヒルゼンを手にかけるというこの状況を、ヒルゼンのかつての師たちである初代、2代目火影と戦わせることでヒルゼンに逆体験させるというものだ。死を倒す状況を味わわせるってことね。なんか、趣味。オロチマルは基本趣味悪いぜ。確かに、江戸転生された初代2代目は、3代目の師匠って感じよね。2代目は、若かったヒルゼンの上司だった姿が描かれているし、初代もそれに近い存在だっただろう。その流れからすると、3人目の江戸転生も、ヒルゼンの死やそれに相当する人物である可能性が高いんだ。そんな人いたかしら？初代と2代目以外に、全然浮かばないわ。それが、サルトビサスケだ。誰よそれ。そんなキャラいたっけ？サルトビサスケはヒルゼンの父親だ。作中で実際には登場していないが、存在が語られている。思い出したわ。確か、内葉サスケの名前に借りたってミコトちゃんが言ってたわよね。そうだ。富岳が、他の一族の人間の名前を息子につけるほどだ。相当強い忍びだったことが想像される。そして、ヒルゼンのお父さんなら、3代目のじいちゃんの師匠やそれに相当する人物という条件にも合うわ。もちろんこれには証拠も根拠もないから、単なる想像だと思ってくれ。他の候補がいれば、ぜひコメントしてくれると嬉しいぜ。それで、結局3代目じいちゃんの行動は意味があったとして、江戸転生を止めるなんてこと本当にできるのかしら？実を言うと、それができる可能性は結構高いんだ。
本当に？でも、江戸転生を止めるなんて難しそうだけど、江戸転生という忍術は、口寄せの術の一種であることが、作中語られている。死者の魂を呼び出すってことね。そうだ。そして口寄せの術は、時空間忍術のカテゴリーに入る。ふむふむ。この時空間忍術だが、別の時空間忍術によって干渉したり、妨害したりする場面があるんだ。そんなシーンあったかしら？それはお人のカムイだ。下道魔像を倒そうと、カカシがカムイを発動する。しかし、お人によってカムイは妨害されてしまうんだ。確かに、そんなシーンあったわ。でも、それはカムイ同士だったからできたんじゃない？そうとも言い切れない。というのも、物語最終盤に復活した大筒木かぐやの時空間に、お人はカムイで干渉しているシーンもあるんだ。もちろんこれはカムイ同士ではない。カムイが特別という可能性もあるが、時空間忍術が他の時空間忍術に影響を及ぼしうる可能性は十分あると言えるんだぜ。ということは、三代目のじいちゃんも、オロチマルの江戸転生に時空間忍術で対抗したってことかしら？例えば、同じ江戸転生でとか？その可能性は高い。この葉の術を全て使いこなすと言われた三代目だ。しかも術を考案したのは、三代目の師である二代目火影。オロチマルが知っていたんだ。むしろ、三代目が江戸転生を知らない方がおかしいとすら言える。で、同じ江戸転生でオロチマルの江戸転生発動を妨害したのね。あくまで可能性の話なんだぜ。だが、作中で描かれている事実を組み合わせると、こういう推理もできるってことを知って欲しかったんだ。ちなみに、江戸転生の印の中にも、三代目が結んだ実の印が含まれているんだぜ。いかがだっただろうか。このチャンネルでは、ナルトに描かれているシーンや設定の中での疑問点を考察していく。今回の考察が理にかなっていると思った人はグッドボタンとチャンネル登録をお願いするぜ。反応があると、すっごく嬉しいわよね。本報告の矛盾点や新たな説、考察してほしい謎があれば教えていただけると嬉しく思う。それでは次の報告まで、3。